はい、こんにちは、加藤です。今日はいつもよく行く新津の植物園の少し先にある並木に来ています。道路脇にちょうど今ね、黄色く紅葉した並木がずらーっと並んでるんですけれども、この、秋の日差しの感じを描いていこうと思います。特に風景画を描く際にパースペクティブがうまく適用できないっていう方に向けて解説していこうと思います。このね、手前から奥へ向けて木立がずらーっと並んでるんですが、これをねどのようにこうパースを適用して描いていったらいいかって結構ね、風景が特にこういった一点通しとかで、奥行き感遠近感を出しながら描きたいっていう時になかなかそのパースペクティブの活用がうまくいかないっていう方多くお話を聞くんですね。今日はその辺に焦点を絞って進めていきたいと思います。ここが今私ちょっとこう坂の途中に下り坂を見下ろしてるんですけど、道の終わるあたりこの辺を、暫定的な消失点と考えましょう。ここへ向かってこんな風にですね、こんな風に道があるんですね。で私がいるのはこの道のこの、石畳というかレンガ畳のこの終わってここがちょっと土になってるんですね。この部分右サイドは斜面になっていて、この、道の脇に少し草の生えてる土の部分があって、舗装してない部分があって、私はここに椅子を立てて座ってるんですけど、道が向こうへ向けてずーっとつながっていく。そしてこのレンガを敷き詰めた、歩道の脇、草が生えていて、でこちらが斜面で道はずっと奥へ行って、この辺で、木立によって遮られる見えなくなるんですけど、この道はずっとつながってね、私の目の高さでいうとこの辺までつながるんですけど、坂道が降り切って向こうの道路があって、その向こうのここはね田んぼがあって家があって、で向こうの山があるんですけど、この辺は全部木立の葉っぱでね見えなくなっています。そんなわけでとりあえず暫定的な消失点この辺りに定めて、ここへ向けて道が、つながっていく感じ、書いていこうと思います。大まかな構造はですね、ここに向けてこんな感じで、手前に向けて道が徐々に広がってくる。この横幅がですね広がってくる。で先ほどここまでが、レンガ造りで、ここからが、土の部分って言いましたけど、両方にわたってこう木の葉がすごく落ちているので、ほとんど区別がつかない感じなんですね。ちょっと見てみましょう。こんな感じ。この辺ですね。この辺りが、ここが道の一番遠く奥のもう行き着く先、ここにちょっとだけ道路が見えてるんですけど、ここからこう手前へ向けて道がこう広がってくる。で木立が手前に向けて、徐々に大きく見えてくる。この感じをね、描いていこうと思ってます。はい、また画面に戻りました。というわけで、まずこのね遊歩道の脇に、これはねツツジみたいなちょっと背の低い植え込みがあって、道路と歩道を分けています。で手前の方はもうちょっと葉っぱが枯れちゃっているんですけど、こんな感じ。そしてここが道路がこの辺かな、こんな感じで見えていて、で向こう側、道路の向こう側の歩道のまた同じく植え込みがあって、でこの辺は少し、この植え込みのこの辺りは少し、芝生みたいに広くこの辺見えてますね。この辺ちょっとなんかごちゃごちゃしてきたので、一旦練りゴムで押さえて整理しましょう。はい、今押さえて整理しましょうって言って何をしたかというと、描きすぎたこのふわふわした
当たりをつける線を描きすぎて分かんなくなってきたので、ちょっと薄く半分消してる感じです。全部消しちゃうとね、当たりをつけた線、当たりが分かんなくなるので、薄く見えるくらいに今消して、半分くらい消してみました。でここからもう一回ね立て直していきます。もう一回確かめます。ここが一番道の奥、そして道が、下りきってちょっと水平に平らになるところ、この辺、そしてここに植え込みが、背の低い植え込みがあって、この辺までかな。で道路が、ここからが道路で、道路の幅がこのくらいあって、向こう側の植え込みがこう見えてくる。でこの植え込みとこっちの植え込みの間にちょっとその芝生みたいな平らで向こうに抜けていく広いところが見えるんですね。この辺がそう。はい、だいたいこれで構造ができたかな。わかるかな。まずここが一番奥っていうことと、手前に向けて道が広がってくる。でこの道路も含めてここに向けて、これがその一点通しのパースの軸になる角度の線ですね。こういう感じ。何本か引きました。一番向こうの車道と歩道を分けるライン、これが車道と歩道を分けるライン、これがレンガを敷き詰めた歩道、ここがその脇のこののっぱらというか、この脇の土の部分ですね。でここが右斜面、なんとなくここへ向かって形がこう集まってきてるの分かりますかね。はい、次に木をちょっと配置してってみましょうね。一番目立つのはこの辺の、これ結構大きい木かな。この辺に木があります。でその手前、この植え込みの端っこにもちょっと細い木があります。でこの間隔よりも広いこの辺りに次の一番自分に近いところの木があります。主要なのは1本2本3本、そしてこのすぐ後ろにちょっと細いのが、でもっとちょっと後ろに少し太いのが、でその後ろにちょっと間隔狭くなってまたちょっと太い、ここもっと太いのが、こんな感じで、目立つ木を何本か書き入れてみました。こんな感じかな。これが一番奥から手前へ向けて何本かの木をこんな感じで立ててみました。でその際にこれ今日はね、今午前中なんですけど、右からの日差しで木のね左サイドが結構暗く見えている。そして木漏れ日みたいな感じでまだらに光がこの木の幹に映り込んでいたりするところもある。特にこの左の木とこの、123本目の木は少しまだらに木の影が映ってたりするので、左側面だけがこう均一に暗いわけじゃないんですね。これ影がちょっと映ってる感じ。このように右サイドにね光の当たってるところを少し残しておきます。こんな感じ。はい、道の大まかな構造を描いて、木の遠くから手前へ向けて少し間隔が遠くほど狭くなるように書き入れてみました。で次に、この道の向こう側の木立も少し書き入れましょう。この2つの間にあるのは、ここに1本、ここに1本、隣に細いのが1本、この間にはここも結構細いのが何本もありますね。ここ1本、いや1本どころじゃない、2本3本4本、12345本、
5本、ここ結構多い。でその先も結構多いですね。この隙間、ここにもある。あれ、これなんか違うな。この植え込みのここに生えてんのか。植え込みがあって、この木はここまでですね。この辺、これもここまで生えてる。これもここまで生えてる。ここから始まってる感じですね。はい、木がねいっぱいになったので、手前の木立と奥の木立とちょっと分かりにくくなりましたね。今使ってるのは5B1 本なんですけど、ちょっと筆圧を変えて手前側は強めに、奥側の木立はちょっと弱めに意識して書いていきましょうかね。今日はね天気がいいので、山歩きの人がいっぱいいますね。はい、ちょっとこう木立を書き入れた後で、葉っぱ、このメインになる紅葉したこれはカエデの種類なのかな、葉っぱを描いていこうと思います。塊で見ていこうと思うんですけど、例えばこの辺りはこんな風に葉っぱが、人の背のちょうど頭のあたりにまで、下の方までずっと葉っぱがあるんですね。この上が、この部分が紅葉した葉っぱになります。葉っぱのエッジをこのリアス式海岸みたいなギザギザな線で、終わりを決めていきます。この際、この形をねよく見ます。遠くほどあんまり形の特徴を省略しない方がいいんですね。こういう部分です。ここがこんな風につながって向こうへ行く。葉っぱの終わるところをこんな風に決めていきます。ここから上は紅葉した黄色い葉っぱ、ここから上で、次に手前の木立の葉っぱを決めていきましょう。特徴的なのは、この木はもうほとんど葉っぱが残ってないですね。これはあんま残ってないので、この向こうのこの木の葉っぱからいきましょう。はい、これもそのリアス式海岸みたいなね、葉っぱを塊でいくつかの葉っぱ、10枚とか20枚の葉っぱが一塊になって手前の木の枝にくっついてる、その感じをこういったランダムなタッチで描いていきます。枝の手前に出ている葉っぱもあるし、枝の向こう側に見えている葉っぱもあるし、一個一個捉えるというよりも、そのシルエットで、いくつかの葉っぱの塊で見ていきます。はい、で次この木、自分からこの木の次にある木ですね、この木の葉っぱを見ていきます。ここはねまだ葉っぱがいっぱい残ってるんですね。特にこの木の葉っぱは大きいというかボリュームがあります。ボリュームがあるので大きな塊で見ていきます。光が当たってるところ、当たってないところ、
ちょっとごちゃごちゃして分かりにくいですけれども、塊で捉えていく。手数もいっぱい入れていきます。次にその隣の木、この木、幹の形も少し直しながら、整えながら、この木の葉っぱを描いていきます。ここら辺まで下がってますね。この辺まで来てますね。でこの木の後ろに生い茂っている、これはもうね、紅葉って言いましたけど、ちょっと茶色くなりかけてる葉っぱの木ですね、この木で。その次の木、これもねちょっと途切れ途切れで幹が見えていて、これですね、この幹が、やっぱり手前に葉っぱがいっぱいありますね。ここら辺まで垂れ下がっている、少しこれは緑色の葉っぱも含んでいる木。そしてその次の木はこれは今度はこっち側に広がっている、日が当たっている。はい、そしてその次の木、これも太いですね。太い木はもうこの辺まで来ると相当遠いので、タッチも少し細かくなります。そしてこの太い木、これちょっと太いんですよね。太い木もごちゃごちゃと鉛筆の先を使って細かくこうタッチを入れていく感じで、はい、この辺まで来るとね、遠くすぎて形がねよく見えなくなってくるんですね。で遠くほど、明暗で見るようにした方がいいと思います。木とか、何とかって名前でこう区別するんじゃなくて、明るい形なのか、つまり日向なのか日陰なのか。例えば今ここ描いてるのは、これ日陰の影を今描いてるんですね。ツツジみたいなのの植え込みがちょうど影になって見えているので、その影を抽出して描いています。この辺は日が当たってて、ここも影、影の形が手前から奥へ向けてちょっとずつ、こっちが小さくこっちが大きく、手前が大きく見えてるんですね。これがその木漏れ日の形、地面に落ちる木漏れ日の形、隙間から日が差している形を描いています。ここは、植え込みのツツジに影が落ちている、ツツジに影が落ちている、その影だけを拾って描いている。ここですね、これ影です。これも影、つまり緑色の葉っぱに暗い影が落ちて見えているところ、こんな感じ。ここがこのまだら模様みたいな、シマウマのしましまみたいな風に見えているのが木漏れ日、地面に落ちているこの右側にある木のね影になります。これちょっとでかい木があるんで少し入れときましょう。ここね、この斜面にちょっと大きな木が生えています。斜面に生えているせいで斜めに曲がってるんですね。はい、手前に来るにつれてタッチが少し大まかに、大胆に雑にというかね、大胆なタッチの手前ほど単位がでかくなる感じですね。ちょっと強く鉛筆を使ったり、わざとこうワイルドな感じに、遠くはねちょっとこう細かいんですよね。ちょっと繊細なタッチで描いたりするんですけど、手前ほどこうワイルドに大きく、筆圧も強く、この下に落ちている枝とか葉っぱとかを描くときに筆圧もちょっと強めになっています。でこの道路に落ちる影も一緒に描いていきましょう。ここね、こういうしましまみたいな、道路に落ちる影を描いていきます。ここ面白いですね。ここはなんか本当に常にしましまな感じの、島のね幅がね手前ほど、この辺は結構広いんですけど、この辺はちょっとしましまの幅が広いんだけど、
手前に来るにつれてちょっと狭くなる、この水平を意識した形でずっと描いていきます。木を通り越して、この木を避けるようにしてアスファルトの地面に落ちる影を描いていきます。で、手前の植え込み、この辺は枯れちゃって枝になっている、葉っぱが時々あるんですけどね。そしてこの辺は落ち葉で埋め尽くされている。よく見るとこの辺ちょっとだけ、このレンガの石畳というかレンガ畳がちょっとだけ覗いてるんですね。これも少しだけ描いておきましょうか。この辺ね、この辺、全部を細かく描くというよりもちょっと単純化して見えるとこだけ、レンガ、この辺ですね、描き入れておきます。そして葉っぱがいっぱい落ちている。これはいくつだろう、5、4、こんな葉っぱですね。これはカエデの仲間じゃないかと思うんですけど、4つのトゲみたいな葉っぱになってます。はい、こんな感じにきました。そして奥側に戻ります。この部分ね、もうちょっとちゃんと描いておきましょうね。ここに草むらがあって、道が終わるのがこの辺で、右側はちょっと影になって、手前の木の葉っぱがシルエットになって逆光のように張り出しているので、これですね、この右側の木の葉っぱをしっかり塊で入れていきます。これは何の木なんですかね。枝の付き方がちょっとわからない木ですね。面白い。この木だけ描いても面白そうですね。なんかすごい不思議な枝ぶりの木で、はい、右側のちょっと緑色っぽく見える木を描いておきます。で、この木までにしといた方がいいかな。この木までにしておいて、この手前の木はちょっと省略しましょう。で、右側は藪になっていて、ここまで斜面、ここまで斜面にしましょう。さてどうでしょう。これが道の奥、この辺が手前、そしてなんかレンガ畳、こんな作りですね。はい、どうでしょうか。ちょっと見比べてみましょう。これがこんな感じ。これがこんな感じですね。木の形が結構面白いですよね。
木に限らず自然物って人間が分かったようなつもりで秩序を見つけたような気になってこう描いていくと、その通りじゃないところが結構出てきたりして、なんかどうしても自分の見つけたはずって思い込んでるルールを適用しようとしすぎることがあるんですけど、でもそこはね、実際の木の秩序に正直にでもそのイレギュラーなところがあるんだって受け入れてった方が木らしさが出る気がします。あんまり交互に葉っぱが生えてるとか一つおきに生えてるとかっていうそういう種類はもちろん大事なんですけれども、どのくらい間隔で次の葉っぱが生えてるみたいなのが時々こう変わって見えてたりすること多いんですよね。そんなはずじゃなかったみたいな葉っぱのつき方してる時に実際に見えるものをね優先して描いていく方がなんか自然感が出ていい気がします。はい、道の手前側の木だけちょっとだけ強調しました。さてこんな感じでどうでしょう。ここに向かってね、視点がこう集まっていくような感じにできるといいかなと思うんですけれども、その奥に向かってね、ここがねちょっとシルエットっぽく見えるんですよね。右側から覆いかぶさるこの木の、枝が結構ね逆光気味で、これなんか美しいのでちょっと強めにこの向こうに道が消えていく感じですね。ここをなんか意識的にこう表したいとこなんですよね。はい、こんな感じかな。はい、こんな感じで、はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。もう一回見てみましょう。この感じがこんな感じです。